ようございます。福山です。4月中旬になりましたね。みかんの木、レモンの木、新芽が出てきてます。春芽が出てきましたね。僕の地域は関東なので、この春、新芽がね、見ることができるようになりました。で、基本的に僕が管理しているみかんの木っていうのはもう、十数年経つので、だいぶ大きいです。ですから、まあ、この今出てきている新芽っていうのは、基本的に切り落とさないで、そのまま、花がつくのを待ちます。で、剪定についてなんですけど、僕、この間も動画上げさせてもらったのは、みかんの木は剪定をしないっていうね、あまりね、剪定しても、えみかんの木自体がすごいエネルギーを使ってしまうので、あんまり剪定をしない方のが、いいのかなっていうふうには感じています。ただ、本枝からね、2本、3本、4本、5本とかって伸びてくると、だいぶ密集するので、そういった枝を切り落とすっていうね、ことはやると思いますけど、基本的に大きな切り戻しとかそういったのはやりません。で、4月に入るともうほとんど、剪定作業っていうのはやりません。基本的にやるとすると2月、3月ぐらいまで、3月ぐらいですかね、剪定をするとすると。特にどういったのをやるかっていうと、上に大きく力強く伸びて徒長しようとしている、または徒長している上に大きく伸びていこうとする枝、これを剪定はします。どうしても木っていうのは上に伸びる力っていうところがあるので、そこにエネルギーをすごく使っていくので、そこに行くエネルギーを止めてあげる、遮断してあげることによって、花芽の方とかね、今出てきている新芽がこれから花芽に変わりますから、これが実をつけていくっていう風に、ね、なるので、基本的にはそういったところに栄養がね行き届くように管理をしています。なので3月にみかんの木管理をすることっていうことをやったんですけど、これ有機肥料をしっかりまきましょうということでぼかし肥料をまいてますね。ぼかし肥料以外に3月はね抗菌剤をね使ったりだとかっていうことも有効だと思うんですけど、葉っぱがあんまり病害虫にやられてなければそれほど、抗菌剤をね、気にしなくてもいいのかなっていうふうには思います。ただ去年ですよ、枯れたりだとかする枝とかね、葉っぱとかあると思うんですよ。でそちらが残ってると切り落としてあげたりだとか、そういったようなことはしますけど、基本的には大きく切り落としたりだとか剪定をしたりだとかっていうことはあまりやりません。あるとすると上に伸びないように切り落としてあげるっていうのが基本になってます。で、今新芽が出てきたんでちょっとねその様子だけ見たいと思いますけど、4月になって何をしたらいいのかなって、新芽が出てきて他の枝のところからいろいろと活動的になってきて、4月は何をした方がいいんだろうなっていうふうに思うかもしれないんですけど、基本的に何もやらない方がいいと思います。4月に出てきた新芽に花をつけますんで、この花が、やがてみかんを実らせますんで、切らない方がいいです。切るとみかんが実らなくなってしまうんで、ということで、この後ねちょっとみかんの木の方を一緒に見ていってきましょう。で、みかんの木をちょっと見る前にレモンの木もね僕やってるんで、レモンの木もちょっとね変化が起こってきてます。レモンの木も、春芽が今出てきてます。で、一昨年大きく切り戻しをして、それから1年何もせず、成長させて、もちろん何もせずって言っても3月と11月には、有機肥料のぼかし肥料、米ぬかの発酵ぼかし肥料っていうのを使って栄養分をね切らさないように。でなぜかっていうと
レモンの木もそうなんですけど、大きく切り戻しちゃうと、ちなみに5年以下のレモンの木なんですけど、大きく切り戻してしまうと、やっぱり人間もそうでしょうけど、大手術をすると、すごくこう回復するまでに時間かかりますよね、人間も。それと同じで、みかんもレモンも大きく切り戻しをすると、ものすごくエネルギーを使うんですよ。だから、そういった意味で、栄養素を上げても切り戻しをした後は大きくは剪定作業っていうのは行わないで、そのまま様子を見ました。で、ものの見事になんですか、健康回復じゃないけどしてくれるような状態まで戻ってきたので、この3月にレモンの木は剪定をしています。で、剪定をしたので、この後その後、もちろんみかんの木同様に有機肥料をねあげて、これも米ぬか発酵ぼかし肥料というのね、自作しているやつなんですけど、そちらの方を撒いてあげてですね、これからの春以降にね、活性化するっていうところに合わせてあげてます。で、みかんの木も同様に3月に米ぬかの発酵ぼかし肥料っていうのをあげてます。で、こういうのをあげることによってじわりじわり肥料効果が出てきて、この4月にいい新芽が出てきてね、でやがてそれが花をつけて、そちらの方に栄養素を送れるようになりますので、そういったような形で3月に手入れを行ってます、ね。手入れというのは剪定ではなくて有機肥料、ね、こちらの方を行ってます。ではね、早速、みかんの木の方ね見ていきたいと思います。一緒にねレモンの木もねご紹介しますんで、ちょっとね一緒にお付き合い願えればと思います。どうも。みかんの木を見ていきましょう。このようにね、もう新芽が出てきてますね。で、剪定も見てわかるように大雑把です。中ももう枝がバラバラです。切り落としてもいいんですけど、基本的にみかんの木はこれでも全然大丈夫なんで、これ以上は手をつけることはしません。ただし、上の方に伸びていこうとしている枝、こう徒長しようとしている枝はやがて切り落としを行うと思いますね。今4月の15日を過ぎて、このような状態で、だいぶね新芽がこう出てきてます。で、この新芽は基本的に花をつけますんで、これは切り落とさない方がいいです、これが出てきて、やがてそれ以外のところもですねこう元気になってきてですね、剪定をした方がいいのかでね、ついついこう剪定をしたがると思うんですけど、したがるというかね、剪定したくなっちゃうとかね、剪定をした方のがいいのかなとかね、そういうふうにこう迷われるところあると思うんですけど、基本的に放置しといて構いません。みかんの木はそれでも特に問題なくね、生育してくれますので、生育というかね、いい実をこの後つけてくれますんで、特に放っておいても大丈夫です。ただね、もし強いて言うなら、こういう下の方に伸びてしまった枝、こういうのはちょっと管理しづらいので、切り落としてもいいのかなっていうふうには思いますけど、剪定をどうしてもとかっていう場合は、こういう枯れたところありますよね。こういうのはね落としてもらって構いません。もう栄養を吸わないので、こういうね葉っぱが少しこうやられてますよね。こういう枝は落としてもらってもいいとは思いますけど、基本的にいい有機肥料をあげてるので、みかんの木は元気にこの後も育っていくと思ってます。で、あとはみかんの木もこう耐寒性が上がるかっていうとそれほどでもなくて、耐寒性っていうのは冬の時期に寒さにね、弱いんですよね、結構ね。で、葉っぱが枯れたりだとかそういったのがあるんですけど、それもね葉っぱがね落葉してしまうと、全部落ちてしまうとちょっと問題かなと思うんですけど、基本的に残っていれば大丈夫です。再生はしていきますんで、そういった時に剪定をどうしようかなっていうのはちょっと悩むと思いますけど、基本的には大丈夫だっていうふうに見てます。
これはね、経験でそういうふうに思いましたんで、あとはこちらの株元の周辺にぼかし肥料をね、3月上旬にはもう撒いてますんで、1ヶ月以上前にね、それが今こういうふうに効いて、新芽をねたくさんつけて、この後大変多くね花をつけるようになると思います。あとはね、レモンの木を少しだけ紹介しますと、これがね一昨年大きく切り戻したレモンの木です、ね。5、60センチぐらいまで切り戻したんですけど、これもねだいぶ葉っぱが枯れて、枯れちゃったかなって思って大きく切り戻してですね、その後もこういうふうに状態よく戻ってます。こんな感じでね。で、見てわかるようにこう新芽が出てきてますんでね、これもまた花が咲きますので、このままね、このままの状態を保ったまんまいきたいと思います。こちらは一度ね3月に剪定を入れてますので、もうこれ以上はね手をつけることはしないと思いますね。そんな形でみかんの木、4月にね特にやることっていうのはないので、心配せずに剪定も気にしないで、見ていければいいんじゃないかなと思います。ただ植えたばかりだとどうしてもね枯れやすかったりだとか、寒さに弱かったりだとかっていうのもあるので、そういった時は管理が必要にはなるかと思います。暖かくしてあげるとかね、そういったのは必要になると思いますけど、この4月に入れば大丈夫だと思いますので、こちらのみかんの木、このままね経過観察をしていきたいと思います。はい、ではこのぐらいで失礼したいと思います。どうも。